侍は集中しながらも心の底に静けさを残す独特の精神状態を持っていました。武士たちはそれを神気と呼びました。多くの人はこの神気が命がけの戦いの中で鍛えられたものと思っているのではないでしょうか。しかし真実はもっと実用的で、実は現代のあなたにも役立つものなのです。伝説の不動神は実は戦場ではなく単調な書類仕事と日常の規律の中で磨かれていました。江戸時代以前の武士、戦国武士のリアル。私たちが思い描く武士はしばしば戦場で刀を振るい命を賭して戦う戦士の姿。そのイメージに最も近いのはまさに戦国の世を生きた武士たちでした。戦国期の武士にとって集中力とは生き残るための瞬発的な力でした。一瞬の判断の遅れが命取りになる世界。敵の気配、風の揺らぎ、足音、視界の端の影、その全てを即座に読み取り反応しなければならない。上級武士は戦略を練り家臣を指揮し、時として自らが先陣に立ち部下を鼓舞する存在でした。戦況全体を読み取り瞬時に判断を下す広い視野と集中力で混乱の戦場を生き抜いていきました。一方で下級武士や足軽たちは最前線で敵と向き合い一瞬の反応が生死を分ける世界に身を置いていました。貧弱な武器と装備、死にたくないという執念だけが彼らを支える力だったのです。立場は違っても共通していたのはただ一つ、集中力が生き残るための力ということ。戦国武士の精神力とは死を覚悟しながら恐怖を押し殺して前に進む力そのものだったのです。江戸武士の登場。戦わない武士。戦場で命を懸けて戦うことこそが武士としての存在意義だった彼らは江戸時代の平和の中でその価値観を根本から問い直されることになります。1603年、徳川家康が幕府を開くと日本は長い安定期へと入ります。戦国時代のような毎日のように戦が起こる日々はなくなり、武士たちは戦わない日常の中で生きることを求められました。しかしここで大きな問題が生まれます。戦わない武士とは一体何者なのか。武士は本来戦うための存在です。刀を携え主君のために命を投げ出す覚悟を持つ者。その根本が揺らいだ時、武士の精神はどこへ向かうのか。江戸幕府が武士に求めたのは戦場での勇猛さではなく、秩序を守り行政を支え社会を安定させる官僚としての役割でした。刀を抜く機会はほとんどない。代わりに増えたのは果てしなく続く文書仕事、儀礼、作法、監督、調整。戦国武士が磨いた瞬発の集中は江戸武士にとってはほとんど必要ありませんでした。必要とされたのは単調な日常を乱さずに積み重ねる持続の集中です。朝の途上、細かな作法、厳格な時間管理、そして膨大な書類の確認。外から見れば退屈で窮屈な仕事の連続。しかし江戸武士はこの変化のない日常を精神を整える場として受け止めていきます。怒りや焦りに飲まれず淡々と務めを果たすこと、心を乱さず静かに正確に同じ動作を繰り返すこと。こうした日々の積み重ねがやがて武士の間で重んじられるようになった不動心を育てていきました。戦国の武士が首都となり合わせの中で瞬間的な集中を磨いたのに対し、江戸武士は戦いのない日常の中で揺れない心を磨いたのです。刀を抜くことはなくても心だけは常に整えておく。それが平和の時代に生きる武士の新しい美学でした。不動心の正体。江戸武士が理想とした不動心。この言葉はしばしば動じない心と説明されますが、実際の不動心はもっと繊細でもっと現実的な心の働きでした。不動心とは外側の刺激に反応しながらも内側の判断基準が揺れない状態のことです。人は驚けば肩が跳ね、怒れば呼吸が荒れ、不安になれば視野が狭くなる。こうした反応は人間として自然なものです。不動心とはこの自然な反応を消すことではありません。むしろ感情は普通に湧き上がる。ただし
それに飲まれない。怒りが湧いても言葉の選び方は変わらない。不安があっても判断の順序は乱れない。焦りがあっても呼吸のリズムは崩れない。つまり不動心とは感情と行動を切り離す技術なのです。武士の世界では感情で動いた瞬間に身を滅ぼすという価値観が徹底していました。怒りで刀を抜けば家を潰す、焦りで判断を誤れば主君に迷惑をかける、恐怖で逃げれば家名が絶える。だからこそ武士にとって不動心は生き残るための心の護身術でした。そしてこの不動心は特別な才能や強靭な精神力から生まれるものではありません。本質はもっとシンプルで、心が揺れても行動の軸だけは崩さないという一点に集約されます。心の揺れを無理に抑え込むのではなく、揺れがあっても行動の基準だけは変えない。その積み重ねが武士の心を静かに整えていきました。不動心とは精神論ではなく、行動と判断の一貫性によって生まれる心の技術だったのです。行動の型が心を整える理由。不動心は強靭な精神力から生まれるものではありません。その根底にあるのはもっと地味でもっと確実な仕組み、行動の型です。人の心は感情から行動だけでなく、行動から感情という逆方向にも影響を与えます。怒っているから動作が荒くなるのではなく、荒い動作を続けると怒りが強まる。焦っているから呼吸が乱れるのではなく、呼吸が乱れると焦りが増す。つまり行動が心を作ってしまうのです。武士たちはこの仕組みを経験的に理解していました。だからこそ姿勢を崩さない、声の調子を一定に保つ、歩幅を乱さない、呼吸を浅くしない、所作を丁寧に行う、こうした型を徹底的に守りました。行動を一定に保つことで心の揺れが自然と整っていく。武士たちはこの逆転の仕組みを経験的に理解していました。怒りが湧いても型に沿って動いているうちに呼吸が整い、視野が広がり、判断が戻ってくる。不安が押し寄せても型に沿って動いているうちに体がいつもの状態を思い出し、心が静かに落ち着いていく。武士たちが大切にしたのは心を整えるための行動ではなく、行動そのものが心を整えるという事実でした。だから不動心とは精神論ではなく、体の使い方によって生まれる技術だったのです。現代への応用。江戸武士の不動心は特別な修行ではなく、心が揺れても行動の型だけは崩さないというとてもシンプルな技術でした。そしてその技術は情報が絶えず押し寄せ、速さが求められる現代にこそ力を発揮する。便利さは心を軽くするはずだった。けれど実際には通知の音一つで思考が途切れ、誰かの言葉に心が揺れ、選択肢の多さに疲れ、急がなければという焦りが胸を締め付ける。そんな時、武士の生き方を思い出してみてください。情報に飲まれそうな時、心を直接落ち着かせようとすると波はかえって大きくなる。武士は心ではなく動作から整えた。スマホを置く時、そっと置く。画面を見る前に背筋を一度伸ばす。深呼吸ではなく静かに息を吐く。歩幅を一定にして歩く。些細な動作の繰り返しが心の乱れを徐々に沈めていく。スピードに追われる時、現代は速さが評価される世界だ。しかし速さを求められるほど心は乱れやすくなる。武士は焦りを感じた瞬間にあえて動作をゆっくりにした。急いでいる時ほどドアを静かに閉める。返信が詰まっている時ほどキーボードを丁寧に打つ。電車に急ぎたい時ほど歩幅を乱さない。速度を落とすと心の暴走が止まり、自分の時間が戻ってくる。急ぐべき時ほど静かに動く。それは武士が残した逆説の知恵。判断が多すぎて疲れた時。現代は選択肢が多すぎる。便利さの裏側で決めるという行為が心を削っていく。武士は選択肢を減らすために型を持っていた。朝のルーティンを固定する。服を迷わないように定番を決める。仕事の始め方を毎日同じにする。休憩の取り方を決めておく。SNS を見る時間を型として固定する。選択肢を減らすと心は静かになり、判断の軸が太くなる。
迷わないというのは心を守るための技術でもあるのです。江戸武士が日常の中で磨いた不動心は現代に生きる私たちにとっても心を守るための最も静かで確実な方法になる。大きな目標も特別な才能もいらない。ただ揺れた時に型へ戻るだけ。その小さな動作の繰り返しが情報の波にもスピードの圧にも静かに抗ってくれる。そして気づけば心はゆっくりと元の位置に戻っていく。まるで水面に広がる波紋が静かに消えていくように。今回の動画はここまで。このチャンネルでは日本の歴史にまつわる面白い話や興味深いエピソードを投稿していきます。楽しんでいただけましたら高評価とチャンネル登録お願いいたします。励みになりますのでコメントもぜひお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。